こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は通勤手当について詳しく見ていきたいと思います。新型コロナウイルス感染症が流行し始めて、急激にテレワーク、在宅勤務というのが普及をしてきました。一方で、その影響もありまして、燃料費というのも非常に高騰をしているという状況になっています。多くの会社では通勤手当支給しているかと思いますけれど、そういった中でマイカー通勤をしている人もいらっしゃると思います。そして通勤手当定額で支給をしている会社もあるかと思います。ただし通勤手当定額で支給をしているんだけれど、テレワークを行っているので、1週間のうちフルで会社に出勤をしているわけではないというケースもあるかと思います。そういった中で、経済環境、労働環境が大きく変わってきた中で、やはりですね、通勤手当もそろそろ見直しをしなければという会社も増えてきておりますので、今回は通勤手当について詳しく取り上げてみたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは通勤手当を取り巻く環境について見ていきたいと思います。新型コロナウイルス感染症を機に大きく変わってきているという状況になっています。また、多くの会社で支給をしている通勤手当ですけれど、こちらの法的な取り扱いについて見ていった上で、通勤手当を見直しをする際のポイントについて解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずは通勤手当を取り巻く環境ということで、グラフはですね、過去10年間のレギュラーガソリンの価格の推移になります。グラフを見てわかりますように、継続的に右肩上がりでずっと上がっているという状況で、やはりですね、燃料費の高騰がもう一目瞭然という状況になっております。そんな中で、マイカー通勤をする場合の税務上の非課税の上限額というのが定められておりますけれど、こちら11年ぶりにマイカー通勤手当の非課税額が引き上げになるということで、こちらはですね、2025年の秋にも改正で施行されるということが予定されております。そしてですね、自宅からの距離の区分に応じて最高額が月3万1600円など、8区分になってくるという形になります。一方で会社においては、近年の最低賃金の引き上げ、賃上げといったところによって人件費が増加をしているという悩みがあるかと思います。一方でですね、テレワークの普及で出勤をしない従業員も多いという状況の中で、やはりですね、通勤手当の見直しも必要で、やはりこちらですね、無駄なものは削除していくということが必要かと思います。テレワーク自体は導入率は現状 45% というほどになっておりまして、実施率は新型コロナウイルス感染症が収束したというところもありまして、実施率は約 20% ほどとなっておりますが、通勤手当定額で支給をしているけれど、1週間フルに会社に出勤をしていないという会社も多いかと思います。そういった場合はですね、人件費の増加に合わせて通勤手当を見直すことによって少しでも人件費増加を抑制をしてもらえればと思います。そして通勤手当の取り扱いですけれど、多くの会社ではですね、通勤手当の支給は義務だと思っている方も多いかと思いますけれど、通勤手当自体はですね、従業員が通勤のために必要な費用を補助する目的で支給される手当になりまして、法律上、義務ではないというところをまずはご理解いただきたいと思います。こちらはですね、会社の福利厚生のために多くの会社で実施しているもの、ほぼすべての会社と言っても過言ではないかと思いますけれど、通勤手当を支給をしているので、当たり前のようになっておりますが、あくまでもこちらは会社の福利厚生のために任意で設定をされるものというものになっております。そしてこの通勤手当の取り扱いですけれど、税務的なもので言いますと、こちらは非課税の限度額、上限が設けられているといったところ、それを超えると課税対象になる。また、社会保険でいきますと、原則としては標準報酬月額に通勤手当は含めることになりますが、ただしですね、一つ注意点。
社会保険の適用拡大というのがありますけれど、この特定適用事業所の加入要件、加入条件に、満たしているかどうかを、考えるときの報酬にはこの通勤手当は含めないというところに注意が必要。また、労働保険、労災保険、雇用保険になりますけれど、こちらは通勤手当は含めて考えるということ。そして、時間外手当を支給する場合の単価に、計算においてはですね、通勤手当は含めないことになっております。また、通勤手当も込みで給与を支給をしているという会社もあるかと思いますけれど、最低賃金を計算する上では、通勤手当部分は含めませんということになりますので、合理的な算定の計算基礎というのを出していただいて、それを除いた上で最低賃金を計算をしていくということ。そして通勤手当、会社で任意で設定をするものになりますので、支給方法というのも会社によって様々と言えるかと思います。そんな中でですね、通勤手当を見直すという会社が増えてきておりますけれど、まず行っていただきたいのが、支給方法の確認になります。皆さんの会社では通勤手当を後払いにしているのか、前払いにしているのかというところをまずは確認をしてほしいと思います。通勤手当、後払いにしている会社においては、大きな変更はないと考えております。実績に応じて支給をするという形になりますので、金額の変更だけでいいという形になりますが、前払いをしている場合ですね、会社としては前払いをしている会社が多いかと思いますけれど、固定前払いのメリットという形で、給与計算が楽になるといったところもあるんですね。こちらは従業員が通勤定期券を購入している場合などはそうなんですけれど、そういった部分が影響してきますので、その場合はですね、少し注意が必要という形です。その場合はですね、前払いの場合の方法につきましては、通勤手当、例えばですね、支給方法を後払いに変更するといったケースも考えられるかと思います。ただし、後払いにした場合のデメリットにつきましては、事務負担が増えるというところ、そして、従業員が一旦建て替え払いをしなければいけないので、従業員の建て替え負担が増えるというケースがあります。そういった場合ですね、通勤手当につきましては、前払いだったのを後払いにした場合ですとか、支給額を変えるということが、労働条件の不利益変更になるのではないかというところも、よく聞かれますけれど、こちらですね、長期的には労働者の負担は増えないという形になります。一時的に建て替え負担は増えるかもしれませんけれど、そしてこの通勤手当に関しましては実態に合わせた支給になりますので、この変更につきましては、あくまでも不利益変更には該当をしないと考えております。ただですね、やはり労使ともに何かしら負担、が出てきますので、変更の際には、労使では十分に話し合いをしてほしいと思います。その上でですね、実態に合わせた通勤手当の支払いというのを決めてほしいと思います。そして最後に注意点とまとめですけれど、まずは就業規則の改定もしてほしいと思います。支給基準ですとか金額というのを明確にしておいてください。最近はですね、自転車通勤というのも増えております。この自転車通勤規制を作る会社も増えてきているかと思います。また自転車に関しましては罰金制度が導入されるということもありまして、やはり最近は自転車通勤規定を作成をしたいという会社も増えてきているように感じております。また、在宅勤務手当の検討ということで、やはり通勤手当、在宅があることによって通勤手当減額するのは問題はありませんけれど、その場合ですね、在宅勤務の手当というのもぜひ検討してほしいと思います。この在宅勤務手当の支給方法につきましては、一律支給をするケースと定額支給をする場合とありますけれど、通勤手当と異なって課税対象となるところに注意が必要というところですね。ただしね、実費、弁償部分に関しては非課税となります。そのあたりもですね、通勤手当非課税の枠内ですけれど、在宅勤務で支給した場合ですね、この場合の手当は課税対象になるといったところが注意が必要です。
そして、通勤手当の取り扱い、以前も、動画でご紹介しておりますけれど、やはりですね、同一労働、同一賃金の兼ね合いが出てきます。こちらはですね、賃金のみならず、待遇も正規雇用と非正規雇用の間に格差があってはいけないという形になります。もし待遇差を設ける場合には、不合理でないことを説明する責任が生じますので注意が必要です。この同一労働同一賃金に関しましては、令和4年の12月からですね、労働局と労働基準監督署が連携をしていて、労働基準監督署からの調査の可能性が高まっているので注意が必要です。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。